韓国ソウル地下鉄マンウォン駅。着いた。最近は一大観光地になりつつあるこのマンウォン。さて今日行くところはこっちやな。ほんまこの辺外国人ばっかり。まあ俺もやけど、下町感とおしゃれ感が融合するマンウォンの街をこっちわさびが今日も行く。2番出口を出て市場の方へ向かう。そんな道にはたくさんの誘惑スポットがある。市場に続く道ってなんかワクワクする。豚足の店があったりして市場感がギンギン。俺の顔にも太陽の光がギンギン。鳥もギンギン。これはやばい。食欲そそるよね。でも俺は誘惑には負けない。ずっと歩いてくるとここがマンウォン市場。大体の観光客はこの中に吸い込まれていく。俺も吸い込まれそうになるのを耐え忍び、本来の目的を思い出す。まだまっすぐ。今日はマンウォン駅から市場を通り過ぎてハンガン公園のマンウォン地区の方に向かっていく。結構距離はあるんよ。ふわふわ可愛らしい顔した。パン屋さんか。最近こういう日本風のパン屋さん増えたよね。ほんまこの辺おしゃれな店ばっか。ほら俺が入るの恥ずかしいぐらいの西洋感。もう一枚の絵やでこれ。やはり市場の下町感とおしゃれ感が融合してるわ。でもやっぱり俺はローカル感が好きなんよね。今日のお店もローカル感プンプンのお店。この辺は既視感も多いしね。着いた。早くもう腰チャンバラミブルギシャッカミョン역시 이거지。今日のお店はどんごりフェッチ。店頭の水槽にはお魚さんもご健在。そして季節メニューの大正エビ、もう一つブリも。2階が釣り具屋さん。おいおいこれは狙いか。俺も釣られてまう。入店です。こちらのメニューめっちゃ多いねんけど、海産物としては手長ダコやホヤ、ナマコが並ぶ。活魚の欄にはヒラメやクロソイなどの韓国の刺身屋さんには必ず行っていいほどある刺身の数々。あとはセットメニューがあったり、セッコシ、骨ごと食べる刺身なんかも置いてある。天ぷら類、最後の締めの食事類もあって全部は紹介できひんわ。ただ今日俺が食べに来たのは季節メニュー、ブリの刺身、そして店頭にも書いてあった大正エビ。じゃあ早速注文していくで。 대하구이를 작은 거 하나 주시고요. 그리고 대방어 소자 하나 주시고 冷蔵庫に目は一直線。 진로 한 면 드세요. 알겠습니다. 네. 社長さん見ただけでめちゃくちゃ親切な方やねんけど、気分ええわ。壁にはシーフード、そのままやないかい。下にはマスルタンダ、味を込める、思いを込めるってことやろか。おったおった、今日頼んだブリちゃんできた。今日の海は一層荒れてるで、ぐる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 。俺も味も思いもこの瓶の中に込めたったでローリング。こういう店は気づいた時には瓶が空っぽになっている。俺も今日はちょっと気をつけなあかんで。でも向こうには波しぶきが上がってる。一杯目。これたまらん。思ったよりも大きい声が出てもうた。小春日は紐のきらりと影優し。ありがとうございます。店内は明るくてそこそこ広め。奥にもいくつかテーブルがある。そんな中準備してくださった基本のおかずは、鉄板に乗った目玉焼き、ニラのチヂミ、わかめスープ、ペッキムチ、海苔、ニンニクとマッチャン、わさびと塩が入ったごま油、そして山中唐辛子エゴマの葉っぱ。まずはこれから行こう。海の水面に映る月。
つ。僭越ながらも天地創造。スプーンという道具も使って引き上げていく。月は崩したくないからこのまま夫婦。ここで俺悶絶してしまうかも。唇確認。鉄板からめちゃくちゃ音鳴ってたからな。パクリ。やばいやばい、やっぱり熱い。ちょっと待って。でも目玉焼きは熱々がうまかったりするんよね。残った白身を続けて口に入れていく。俺はこの目玉焼きで気合が入った。海に飛び込む準備は万全。ガマちゃんも月に向かって準備運動を始め、体を温める。スーツの下には海水パンツも履いてきた。嘘やけど。わかめスープ。お刺身やしそんな時間はかからんはずや。わかめと一緒に踊ってる間にそろそろ出てくるはず。落ち着いたと思ったらつかの間、向こうの方からビッグウェーブ。はい、감사합니다。その波ですでに俺は溺れそうになってる。うわぁ、綺麗な色。はい、감사합니다。今季の冬初ぶりやで。じゃあまずはこの一切れ。いろいろつけるもんはあるけど、まずはそのままの味でブリを一口。北風がくれた贈り物。油の星々、光が漏れてる。眩しい。厚切りにされてるブリやから一口入れるともっちりしてる。臭みもなく、噛んでるうちに滑らかに身はなくなっていった。次はこのわさびの出番。適量小皿に移す。テーブル脇に置いてあったお醤油を少々。そしてそのまま手は小皿の中でぐる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 。味見。すぐさま釣り竿を振り上げる。こんだけ厚切りされてても滑らか食感やから釣り竿にはダブルヒット。今作ったわさび醤油に少しつける。そのままリールを巻いていくと口の中へ。2切れ食べても柔らかい。そしてこの弾力。油もしっかり乗って香ばしさ 100% となったらやっぱり原点回帰か。ガマちゃんが耳元で泣いとるんかと思ったわ。グラスは持ち上げ、罠は仕掛けた。じゃあ捕獲に向かう。もう我慢できないブリ2切れ。次はこのごま油。仕掛けた罠を回収する。ぐいぐいっと体内に入れていく。パクリ。さっきのわさび醤油とは違い香ばしさが体を包む。テンションが爆上がり中。こいつも爆上がり。コンロと一緒に置かれた大正エビ。跳ねてるで。俺も体がうずうず。この鍋の中には塩が入ってる。かなり飛び跳ねてるんやけど、この目でそのお姿見てみたいな。大丈夫か？ちょっとだけ。これはあかんかも。隣のテーブルまで飛んでいくわ。赤くなってきたしそろそろやろ。うわ、桜色。このタイミングでニシンの塩焼きもサービスで出てきた。ちょっと待ってて。まずはこの大正エビから。ビヨーン。ほら、某お菓子のパッケージそのまま。さっきまで生きててんから新鮮そのもの。まずは1匹目やから頭は取っていこうか。熱い。俺まで背中が丸まってしまう。横にあった小皿を持ってくる。硬い殻で守られた中の身はプリプリ。最初はこの作業ちょっとめんどくさかったりする。でもこれせんと食べられへんからね。ジレンマとの戦い。ビヨーン。鍋の中だけではなくここでもビヨーンと口の中に入っていく。ちょうど今が旬。身がしっかりとしていてプリプリ。適度な塩加減でそのままでも最高。エビが乗り移る。尻尾までパクリ。エビから出るエキスが口に広がる。もう手は準備。色鮮やかな大正エビを逃げる前に確保。やっぱりこうやって見るとあのパッケージそのまま。ではまた食べる前の拷問の時間に突入する。
頭の部分を取る。足はパクリ、誘惑にはすぐ負ける。下から立ち上るエビちゃんの独特な香りに尾行と口は即反応。鎧は脱いだ。でも次はこいつもあるんよね。もう準備することいっぱい。これは嬉しいため息。一度手はしっかり拭いてチョジャン。これこそが韓国ならではの食べ方。食べてもないのに笑みがこぼれる。鎧は脱いだけど、その体にチョジャンをつけていく。たっぷりと。桜色のエビは赤いベールに包まれる。口の中に入れるとチョジャンの酸味が鼻に抜ける。プリプリとした食感と混ざり、エビと俺の距離が一気に縮まった。チョジャンは癖になる。尻尾までパリパリ。ただこれ食べるたびに手が、あれ？これいつからあった？ビニール手袋。完全にエビのトラップに俺が引っかかってたんか。右手はあいつ専用やから、この手袋は左手に装着。装着後の医者みたいな顔しとるな。じゃあ次は海苔を2枚ほど。今日はほんまにシーフード尽くし。おるおる。ブリを一切れ。ごま油に。海苔でキャッチ。まだまだ。分厚い一切れをごま油ダイブ。海苔に負荷をかけていく。これも定番。貝割れ大根。海苔で栽培。完璧。と思った瞬間、これもやっぱり欲しいよね。ニンニクを一つ。それを乗せてあげると嬉しさで上昇する。目の前にはシーフード絵巻。俺はその物語の主人公に大変身。海苔の塩の香りに包まれたブリ。貝割れのピリッとしたアクセントにニンニクの香ばしい香り。主人公なのにお手上げ状態。あかんあかん、すぐ欲しがってしまう。事前準備しとかんとなと思いつつも、ペロッといった後、ペッキムチで口を整える。こいつも酸味。シャキシャキとした音が脳に響く中、危機を脱した主人公は逆転劇に向かう。すぐさまエビをキャッチ。もうこっからは頭ごとガブリ。しっかりと熱も入ってパリパリとしてる中に感じる味噌の味。これは珍味。身の部分はやっぱりチョジャン。ブリは海苔に巻き、エビはチョジャンと。この時期の旬の海産物を韓国ならではの食べ方で、俺は大きな海で溺れてしまった。小休憩せな。最初これ何のチヂミって思っててんけど、緑色やし、ニラをすりつぶして作ったニラチヂミらしい。食べやすい大きさに切って食べる努力はしているが、途中で諦めて食欲に負けた男の姿。かぶりつくんやったら何のために切ってたんや。これがなかなか美味ないの。もちもちしてるし。よ。戦前の小休憩。終了の合図です。今日の俺、普段にはない落ち着きが見えるわ。サンチュを収穫。さらにもう一枚。分厚い身のブリを2切れ釣り上げる。豆乳、お醤油、ごま油。その他にもまだ食べ方はある。この準備してくれたマッちゃんをぐる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 。それをブリの上にセット。もちろん貝割れも添えてあげる。産地の上には十分すぎるほど食材があるけど、救世主が必要よね。こいつも仲間入り。完成。ここにも普段にはない落ち着きが垣間見える。しっかりと負けている。いつもはちょっと飛び出てるとかほざいてるけど、ゆっくり目線はガマちゃん。俺もプロやわ。プロの流れ。そんなことあるかという類の意見は無視するいっぱい。そしてパクリ。巻いたすべての食材は胃の中の楽園で集合していく。胃袋は俺の何十倍も正直者。ちょっと待っててもらった。このニシンの塩焼き。あれ。欲張りさんの光景が広がってる。整理整頓後、ザッパーン。ここにも波は打ちつける。てか、もうこれだけあれば一食分やねんけど。と感じながらもほぐしていく。水面から見えるニシンのお姿。完全なる海鮮祭り。臭みもなくホクホクしてる。ニシンは小骨が多いけど、俺は全く気にせず食べられる。次はほぐしたこの身を持ち上げ、わさび醤油。ザッパーン。韓国の刺身屋は出してくれるおかずが多いのも魅力の一つ。チョジャンをつけてもザッパーン。
遭難信号出さなあかんわ。이모、飲む一歩よ。예쁜 이모님、도와주세요。アホなこと言いながらも山中を準備。エゴマの葉っぱもつかみ、韓国でのブリ刺し、最高のオールスターや。海苔を取る。味を込める。ここに全てを込めてやる。まずはブリを一本釣り。チョジャンにダイビング。ようこそ。ここにはカイワレも招待済み。盛大に味を込めるんや。ペッキンチも力を貸してくれる。元気玉方式でニンニクも全てのパワーが詰まったこのずっしりとしたサンチュを丁寧に巻いていく。そしてここからもう一つ込めるものが俺にはある。カモンベイベー。強風に煽られ瓶が傾く。波浪警報が発令してても沖に出てやる。ぐいっと流し込む。込めた味を口の中で解放や。大きく一口。醤油、ごま油、マクちゃんときてここでチョジャン。人それぞれ好きな食べ方はあるとは思うけど、これが冬の韓国の味覚。チョジャンが止まらない。ここに来てやはりチョジャンが止まらない。結構食べてきてんけど、鍋の中には数匹エビが残ってる。さっき社長さん俺に誘惑のささやきをしてたんよね。 사장님, 버터 크이로 해주세요. そう、ここで味変もできてしまう。鍋を渡して、そして出てくる。厨房でバターと一緒に焼いてくれたんよ。めちゃくちゃええバターの香り。バターの香りが再び食欲を襲う。息を吹き返したエビちゃんは俺を攻撃中。何回やられんねん今日。にしても熱いわ。熱々で食べれるっていうのがまたええねんけどね。バター炒めも頭からパクッといくと、カリカリの中にまた味噌のほんのりとした苦味。めっちゃええ。バターの甘さでこりゃデザートや。一度で二度楽しめるタボンからのグー。さて冬の王様も少なくなってきた。やっぱり最後もチョジャン。今季初のブリ、ゆっくり美味しくいただいたわ。最近この時期にブリを食べようとするとめちゃくちゃ並ぶからさ、あれちょっと苦手なんよ。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。韓国での海産物には瓶が傾く。だから最後の一滴まで。あ、ずっと手袋してたわ。もうお役ごめんやな。潮の匂いを嗅いで本日最後の一杯。さあ最後はこれで締めくくろか。めっちゃ丸まってるやん。冬にはみんなこんな姿勢になってまうよね。最後の一匹も頭から。そんなお店の壁にはマッチインジョン。ほんまにそう。でも俺書いたんちゃうからね。万恩駅から市場を通り過ぎ、半岸公園の方に来たところにあるお刺身屋さん。お、これはエビを入れる塩が入った鍋。今の時期は頼む人多いやろな。季節メニューのブリとエビ。いやー大満足や。帰り際歩いてくると、万和四盛店。今日の店の名前も四盛じゃなかったっけ。ドラゴンヘッドって意味かな。でもどういうことやろ。ちょっと待って、また4。この辺の昔の地名かなんかですか。4、そしてさらに4。いやこれは曜弁の方の4やわ。また頭がハテナ。てかこれはどういうことでしょうか。犬の排泄禁止。車のタイヤが腐食します。ペットの排泄物をそのままにしていく人はもちろん許されへんけど、タイヤ錆びるん。この後も俺は完全に4ばかりに目が行くようになってしまった。ってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモブスミだー。